何これ、心の友みたいになっちゃってんの。想像の中で2人。はい、皆さんこんにちは、とつです。本日は呪術廻戦、こちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします。前回とうとうね、団体戦の方の詳しいルールとかがね、説明されまして、で、その中で、京都校側はね、学願寺校長のもと、生徒たちに、虎杖を殺せっていう命令が今出ていまして、ここが今回どうなるのか注目です。虎杖君を狙ってくるのはもちろんなんだけども、その中でね、一体どんなバトルカードが出てくるのか、そしてその戦闘シーンの中で、ね、一体どんな能力が使われるのか、特にパンダ先輩、そして前回出てきたメカ丸モモ、ここら辺をね、注目していきたいなと思います。そして当然ながらね、この主役級の2人、伏黒くんと野原なんですけども、この2人に関してもね、一体4、5期のどのような成果が出るのか楽しみにしております。あとは五条先生の方がね、京都校の先生に対して、その中にね、裏切り者がいるんじゃないかってお話をしていたので、この学生の戦いだけじゃなく、その裏でね、暗躍するであろう先生とかの動きね、ここら辺もどうなるのかね、気にしていきたいと思います。そしてその相手がもしかしたら僕はやはりね、ゲトウなんじゃないかなと思うんですけどね。今のところゲトウが本当に何者かっていうのが詳しく描かれていないので、当選の関係者なんじゃないかなと僕は思うんですけども、そこら辺も詳しくは10月31日だっけ、あの日を迎えればわかるんじゃないでしょうか。そしてそこまでね、このアニメの方が今放送されてる分だけで描かれるのか、できれば描き切って終わってほしいんだけどね。それもこの先の楽しみにしておきます。というわけでね、早速本編行ってみましょう。皆さんも録画したもの、もしくはビデオのものを使って一緒にお楽しみください。簡単なご案内様本編スタートです。よろしく頼むぞ。3、2、1。さあ、始まりました。第15話ね、団体戦の1。これ何回続くんだろうね。こんな遠隔のカメラで見てるんだ。意外とすごいハイスペックだね、実光線。激励の言葉。突然振られたのか、これ。うん。いや、言葉に詰まっております。的なあれが。言わせといて。それはないぜ。メカ丸にモモ。この2人を。飛んだ。あの子も完全に魔女の宅急便なんだけど。一郎ってどういうこと突然のあれ。で、東堂さんいないよ。なんでいないの？あの場であれか、一斉にスタートしなくてもいいのかな？この森の中とかにいたり。2級な？生き物だろうし、生き物っていうか、動けるだろうしね。あとは頼んだ。何を頼まれたんだ？玉剣か？今のは。早速。今どこ行くのって言ったこいつ。雑魚。そっか。2級以外もいるって言ってたもんね。ストップ？東堂いきなり来たよ。早速ボス戦？いや、ボスっていうのもあれだけども、メインじゃん、こんなの。しかも何？虎杖？ここは伏黒くんがやるんじゃないの？みんな置いていっちゃったね。ここら辺のことはさっき言ってたのかな？なんか、偵察班とかの話の時。化け物？一書きをもらっても立ってるからっていう東堂さんを化け物って言ったのか？今の野原は。いや、かっこいいな。オープニング来ちゃった。いや、こっち向こう。で、この二人がまさか戦うことになったけど、もうこれを見るまではまさにその伏黒くんがね、一体どういうリベンジを、なんかスケナとかに認められた力とかがもう、なんかさらにその4、5期とかでレベルアップしてて、使えるようになって、いざ使うみたいなそういうのを楽しみにしてたんだけどね。いや、虎杖くんは虎杖くんで楽しみだわ。なぜ前回伏黒くんの口から、結局その呪力さえなければ、その、東堂さんとやり合っているのにもかかわらず、
まあその身体能力は一番だって認めてるわけで、ただ今回のこの団体戦においては、まあもちろん相手が呪力使ってくるっていうのがあると思うから、まあそこが、なんていうんだろう、差し引きじゃないけど足し算された上で、今の虎杖くんと、まあ経験豊富って言ったらいいのかな、3年生だし、その東堂さん。まあここが、まあどういうあれになるかだよね、結果に。まあ主人公だし、虎杖くん勝ってほしいけど、いきなりそんな3年のさ、あっち側のなんか、一番強そうな人をやっつけるかなっていうところもあって、全くこのバトルカードが読めないね。で、あとは、さっき、突然さ、こう、またがって空飛んだじゃん、ももちゃん。あの子あんなことできんだね、空飛べるって。まあ、あとはメカ丸よ。あの人の体とかが、まあ、これからどうするかわかんないけど、なんか服脱いだらさ、それこそ機械人間とかで、どんな技使うのかとかね。開始前。うん。ああ、この作戦会議があったから、さっきすぐにあれなのか、虎杖くんを置いてみんな散ってったのか。その考えのもとにだ。動いて。一人だけ、虎杖くんだ。ああ、こうやって指名を受けたんだね。うん。勝たなくていい。うん。けどもやり合ったら勝敗はついちゃうんじゃん。ああ、なんか負ける前提で話されてるで。ってことは勝ってほしいなここ。うん。もう一回やってるしな。あれいや、ビール。まさかの。うん。やるからには勝ちますよって。だよね、そう言うよね。かっこいい。やっちゃいましょう。てか、いきなりこんないいカード見れていいんですか？顔面普通食らったらね、もう立てないと思うけど。いやもう、高校生の体じゃねえから。どんなトレーニングしたらそんな体になるのよ。あ、呪いが。あ、まさかの、貫いてのあれじゃん。でこの威力だぜ。あれあいつに当たってなかったらやばかったんじゃん。もう感覚すらなくなるような。いや、いや、そこそこ。だってもう、バシャーってなってたよ。ねえ。でも、顔面キックって、悪い顔するね。もう普通ならもう潰れてるところでしょ、頭こんなの。大丈夫？あ、終わり？負け？嘘？いや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 、立つでしょ。後ろ向くパターンね。声かけてくんじゃないこれ。ピクパターン。ピクパターンでした。まあ、こんなんじゃ終わんないよね。いやけど、後ろのあれ結構血だらけでさ、すごいことなってるぜ。うん。これ以上バカってことはあれだ。自分がバカだって認めてるんだな。いやいや、お前に言われても、高田ちゃんの言葉かい。うん。確かにな。まあ、名前くらい分かってたのか。言った通り。あれここって、会ってなかったっけ？前回五条先生が連れてきて、東堂さんいなかった？名前聞いたけど。女？いや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 、戦う前に。そこでまた、なんて言うかな。うん。意外とあったりして。待ってる、ちゃんと待ってる。同じじゃん。やばくね？嘘だろ？運命じゃん、こんなの。何？
どういうこと？何が始まったの？えー、何これ？心の友みたいになっちゃってんの？想像の中で二人。同じ学校の屋上かなんかでさ、こんな。これ、東堂さんのあれ想像かい？うん。ちょっと待って待って待って。高田ちゃんもいるの、ここに。そんな妄想が始まっちゃったのか。いや、それね。で、これしかもあれだ、同級生的な感じなのかな？いやいや、サリバン先生出てきちゃったよ。そんなこと言う？バカとか絶対言わないだろ。もうめちゃくちゃだ。おー、高田ちゃん。やっぱディアンヌに見えるな、僕には。いや、しかも振られちゃったし。いや、けどタッパとケツがでかい女はいいよね。いや、かわいそう、なんか。いや、もうそのでかいからでこういうね、縮こまられると何とも言えないね。あんな頭パチンとか。何このストーリー。面白すぎんだろ。まさかのマブダチ。もう優しいじゃん。てか、こんなのわざと想像しちゃうんだね。自分が振られるっていう。そして慰められる。どんだけだよ。泣いて。もうどっかの歌詞みたいになってるぞ。うーん。いやもう、この東堂さんの中では、ああやっぱ上から見られてる。うん。やっぱこの鴨が怖いよね。おーい割り込んできやがった。もう全員揃ってるじゃん。しかも新影流新影流ってあの新影流てかこのミワちゃんの戦い方めっちゃ好きかも。うん。いや、だから波のあれだよね。運動し、ああメカ丸もいるやん。アイアンマンまさかの。これ辛くない？さすがに。うん。殺そうとしてるぜ、みんな。ああ、理解した。あ今の東堂か。えどういうこと？なんだそれ。ええこれがあれなのか。この力なの？東堂さんの。うん。え虎杖の力？ああ。いやいやいや、場所を変えるんだ。認識してるものの場所を変えるのかな？視界にあるような。てか、同じ学校なのに知らないんだね。東堂の能力。うん。鴨は本当に引くのか、そして。ああ、またなんかやろうとしてる？いやいやいや、なんだったのあれ。いや、そしてこのももちゃん。うん。結局ね、やらずに。うん。いや、この空から飛べんのはもうすごいアドバンテージだね。直接戦っても強いのかな？今日も可愛い。ヌーヘ空と言ってもあれか。伏黒くんは飛べなくてもあれがいるからね。いや、これで今度は誰が誰とそういう組み合わせになります。鴨があれだ。伏黒くんだ。させねえよって。前半が終わってしまった。
ごめんなさい。ちょっと一回飲み物飲ませてもらいました。さあ、後半戦です。なんだ変。うん。なんでそれがわかるんだパンダ。あれなんでこの二人が戦ってないってことは、またちょっと戻ったのか。うん、ワンコくんな。ああ、そのシーンを見抜いたの。それがあって、この二人が、またあそこに駆けつけてくれたんだろうね。うん。うん。ああ、だからその後に何かがあってっていうのにも、いや、このパンダ先輩賢いね。野原。いいこと言うじゃん。認識が違う。うん。ああ、虎杖を、あれだ、スクナの器として捉えてて、まあ、ほぼ呪いみたいなもんじゃんっていうところがあるから、あれなんだろうな。おー、それだ。うーん。なるほどね。普段からああいうのと向き合ってると。いやー、ナイスです。マキさん。うん。あ、電話とか使っていいんだね。この戦いの中で。ああ、何おかか。一緒に行くってこと。うん。すごい。もう完全に理解してる。ああ。鮭。いいね。ああ、電話してる。誰にだろう。伏黒くん虎杖くんどっち。誰。ああ、伏黒。ああ、行っちゃう。うん。てか、この、あれ、はめてんのはなんだメリケンみたいな感じなのかグローブ。いや、てか、パンダ先輩持ってたとしてどこにしまうのよ。一方、ああ、魔女の宅急便見て、なんか木に落ちて、お人形拾わないと。何言ってんだ、俺は。ああ、ねえ。いや、この子の毛で戦うところも、おお何それ。いや、怖い怖い。いや、不気味すぎるよね。ああ、で、一方。さっきのこれだ。うーん。行っちゃうのかと思ったら。まあちょっと東堂さんのおかげってところもあるけどね。うん。しらばっくれるか。あれね、こんなトンファー、使ってたっけ。これがあれかな。要はマキさんとかといろいろやってた時に、あって思ったものなのかな。ああ、で、今度はやり合ってね、ガッチガチに。うおお、もう体重差がすごい。いや、けどそこら辺もまたあれなんだろうな。もう虎杖君なら覆せるほどの身体能力がある。もうボッコンボッコンにもらってるけど。お、遠心力付き。いいね。おはは、避けるんかい。ああ。ああ、いない。もう、上に。あ、これは低経験ですか今のは。あれがあったから。いや、効かねえの。あの一撃。いや、すごいね。いなすね。うーん。ああ、そこら辺もわかるんだ。やっぱ戦ってると。いや、もうほんと戦うこと大好きなんだね。うん。
えあれじゃん。虎杖くんの持ち味じゃん。違う。えそれがだってさ、かっこいいんじゃん。かっこいいんじゃんっていう語彙力。あ、みんなにもあれだ。今の大きい声が響き渡ってたんだね。うん。ああ、今の東堂っていう性格をね、一瞬で今の大声で分かって理解したんだ。ああ、そういうこと。けどだって東堂の力も知らなかったもんね。京都校の人たち。だからあんま本当に仲良くないのかな。うん。まあそこはね、それはいいのよ。学校同士の戦いだしさ、負けたくないっていう。本。うん。ああ、そのエリート街道みたいなのを走りたいわけね、この子は。うん。これ五条先生とあれじゃん。うーん。なんか訳ありみわちゃんも。ああ、聞いてくれた。言うかな。いや、そういうことね。ああ、その一家を支えてんのね。何そういうことか。いや、まあ、舞ちゃんはあれなんじゃないけど、同じ学校のさ、後輩とかだったらさ、あ、けど後輩ってわけでもないか。もう同じ学校のよしみだったら仲良くしてくれてんでしょう。マイフレンド。もうその、脳内の中のあれだけどね。だけの話だけど。うん。うん。えどういうこと？何そうね。ああ、それはちょっとあれだね、今言われると。ああ、やっぱり。もうこれ以上誰かね、目の前で亡くしたりとかしたくないだろうから。ああ、終わっちゃった。ええどうなるん？ここで技のブラッシュアップみたいなのが図られるのかな？この東堂とやり合うことによって、何か新しい組み立てというかさ、いや、わかんないな。なんかありそうだよね。いや、俺もうまく言えない。こんだけ1300本以上リアクションしてきてんだ。で、あれだよ。一方、パンダ先輩とかみんな本当にさ、優秀だし、それに気づいてさ、ちゃんと虎杖くんところとかに人を送ってくれたりとか、みんながしたがるところとかも、すごいいいよね。だからその、もう少しの間だけど、接してきてさ、やっぱ虎杖っていう人間が、まあ、理解されてるんだよな。いや、このエンディングほんといいわ。いや、けどなんか撮ってる側ってこういう時ちょっと寂しかったりするよね。で、一方ね、また話戻していくけども、その京都校の、これよ、柏でみたいな、やった瞬間、入れ替わるって結構えぐくない？能力としては。あれはけど、対象はさ、どれくらいの距離で死認してなきゃ使えないとかさ、そういう細かいところがわかんないからあれだけど、どういうあれなんだろうね。全貌なんだろうね。能力としての。どんな人がタイプですか？うん、えマキさん。うん。いや、てか二人でやってんの。あ、女性陣ばっかり。なんだ、もう。ああ、もも。ええあ、もう全女性陣出てくる感じ？もう、これくらいでいいよ。可愛くて。いや、一番可愛いじゃん。いやー、美和ちゃんはいいなぁ。何？いやいやいや、いいよ、あなた。
なんでこの流れって五条先生来んのよ。え何どういうこと？前髪が特徴的？ミワかな？うん。ミワちゃんじゃない？特徴的あ、このバッサリが。で、うん。だから何なんだよ。そこがもういやもうがっつり、メカ丸とパンダが戦うの。一番なんか異種格闘技みたいになってて面白そうなんだけど。はい、というわけでね、次回のお話も相当面白そうな内容になってるなっていうのが今の予告で分かったんですけども、まずは何よりその虎杖くんがね、一体今回この東堂との戦いの中で何か成長が見られるのか、ここにね、次回注目したいと思います。とりあえず東堂さんのおかげでね、もうこの虎杖くんの命っていうのが、京都校のみんなから狙われるっていうことはもうなさそうなので、こうなってくると、この団体戦ね、どっちが勝つのか、ここもね、楽しみです。というわけでね、皆さんのこちらのエピソードに対する感想だったり、僕のリアクションに対するコメントをお待ちしております。以上、動画を2つお送りしました。バイバイ。